今やワールドスターとなり、個人の活動も注目の的。世界中にアーミーが存在する BTS。いつでも素晴らしいパフォーマンスで私たちを魅了してくれています。すべてが完璧な彼らでも、バラエティ番組では可愛い素の部分を見せてくれることがありますよね。時には苦手なものと格闘する頑張り屋さんな場面を目にすることがあります。BTS の苦手なものをメンバーごとに紹介。スーパースターでありながら、彼らも一人の人間。苦手なものもあるのです。では、苦手なものって何なのでしょう？一人一人のエピソードとともに紹介していきます。ジン、注目を集めること。ジンがよく耳や顔を赤くしている場面を目にしますよね。本人も顔が赤くなる病気だと口にするほど感情が顔に出る体質なのでしょう。メンバーに褒められたり、メンバーやアーミーの前でコメントを求められて発言する場面などで赤面しているジンを見て、キュンキュンしてしまうアーミーは少なくないはずです。2021年9月、ニューヨークの国連本部で BTS が壇上に上り、メンバーが一人一人スピーチをしました。RM の次がジンの順番です。ボードの説明をし始めるジンですが、よく見ると、だんだんと顔が赤くなってきています。あっという間に真っ赤になってしまいますが、スラスラと言葉を間違えることなく、無事に大役を終えました。失敗したわけではないようなので、おそらくとっても緊張したのでしょう。会場は国連本部。各国の要人が集まり、注目を浴びているのですから、緊張するのは当たり前ですよね。デビューした年齢が、メンバーの中で一番遅く、一般の人として暮らしていた期間も一番長い人。もともと照れ屋な性格でもあり、ゲームが好きなインドア派。そういった境遇があったからでしょうか。注目を浴びるのは苦手なようですね。何度も大きな舞台で、たくさんのアーミーを前にしてコンサートをしているジンでも緊張する。そんなところが、とても親近感が湧きます。主が高い音程。冷静に弟たちを見守るクールな主が。BTS の楽曲の他にも、国内外のアーティストの楽曲制作を手掛けたり、シェフ顔負けの料理を振る舞うほど料理が得意だったりと、知識豊富で多彩な完璧人間ですよね。そんなシュガが苦手なものに挑む場面がこちら。2017年、デビュー4周年をアーミーと共に祝うホームパーティーでの一幕です。ジンとペアを組んで披露したのが、ジンのソロ曲、アウェイクです。ハイトーンボイスの美しい歌声の持ち主、ジンの曲ですから、キーがもちろん高い。全身を使って心を込めてる風に歌うシュガですが、サビの部分に突入すると、キーが高くて吐息のような声しか出ません。そして、2022年1月、インスタグラムを更新したシュガの画像はレコーディング風景でした。マイクの前で熱唱している様子なのですが、大きく口を開けて、目を閉じて高音を出しているように見えます。ここでのシュガのコメントは、高音に弱い方というものでした。他にもしゃがみ込んで頭を抱えている画像があって、高音を出すレコーディングに手こずる様子が伝わってきました。巧みに言葉を操るクールなラップでアーミーを魅了するシュガですが、やはり高い音程が苦手なようです。いつもは落ち着いた低音ボイスですし、控えめな性格ですから、テンション高く高音を出しているシュガをあまり見たことがないですよね。J-HOPE 泳ぐこと。BTS のダンスリーダーとしてみんなを引っ張り、しなやかで完璧すぎるダンスとクールなラップが魅力の J-HOPE。太陽のような存在で、兄や弟たちを照らす。まさに、希望という名にふさわしい彼ですが、意外にも怖がりで臆病な一面があるのです。それは、Run BTS EP14 の中で見られました。
BTS がウォータースライダーに挑戦するのですが、滑りながら算数の計算式を見て答えを出します。初めてのウォータースライダーに怖いとなかなかスタートしない J-Hope。滑っている最中も必死の形相です。滑るスピードが速くて、結局問題が見えずに終わってしまいました。終わった後の安心した表情の J-Hope がなんとも可愛いです。そして、RUN BTS EP131 では、プールで討論会をします。NG ワードを言ってしまうと、水爆弾の洗礼を受けるという、びしょ濡れ確定のゲームをするのですが、こちらも J-Hope の苦手そうなチャレンジですね。ゲームの前のウォーミングアップとして、プールに浮かびながら手押し相撲をすることになります。浮き輪の上に乗り、テテとの勝負に挑む J-Hope ですが、待って、本当に怖いんだけど、と弱気な発言が飛び出します。表情もちょっと硬いような。そして、ちょこっとビビりな J-Hope は、あっけなく水の中へ。陸上ではとってもかっこいいけれど、水と戯れることには、めっぽう弱い J-Hope なのでした。RM、愛嬌。BTS のリーダー RM の苦手なものといえば、破壊神の異名で語られるような、繊細に物を扱う行動や、料理というイメージですよね。英語を、スラスラと華麗に操り、知識が豊富で芸術を愛する勉強家であり、兄たちも弟たちも頼れる存在の RM ですが、そんな完璧イメージとは、逆のお茶目な部分があって、人間味あふれた魅力が素敵なリーダーです。彼が苦手なものといえば、愛嬌を振りまくこと。周囲のリクエストに応えて、可愛いポーズをとってくれるのですが、その後の表情がとっても恥ずかしそうなのです。大阪の宿泊先から、ライブの配信をしてくれた RM が、とてもキュートな愛嬌を見せてくれました。韓国を飛び出し、ワールドスターとなった BTS。2021年、国連でスピーチするなど大役を任されたりと重圧も大きいでしょう。そのためか、最近は RM が愛嬌を見せてくれる場面が少なくなってしまった印象があります。しかし、2022年10月、韓国のファッション誌 W コリアのイベント Love Your W2022 に登場した際、素敵な愛嬌を振る舞う RM を見ることができました。J-Hope と共にカメラマンのリクエストに応えますが、とあるカメラマンからのリクエストに、2人は戸惑った様子を見せます。そのリクエストとは、2人が互いの手を合わせハートを作るポーズをしてというものです。2人は照れたように互いの顔を見合わせて恥ずかしそうにハートを作ります。終わった後はやっと解放されたと言いたそうな表情の RM。やっぱり愛嬌を振りまくのは苦手なようです。ジミン、ウインク。あざと可愛い笑顔でアーミーを虜にするジミン。ライブや MV でのパフォーマンスでは、キリッとかっこよかったと思えば、キュートな笑顔を見せてみたり、時には妖艶で色っぽいダンスで魅了したりと、いろいろな表情でアーミーを楽しませてくれますよね。自分の見せ方をよく知っている、プロフェッショナルな人なのでしょう。そんなサービス精神旺盛なジミンでも、あざと可愛さを提供する時のちょっぴり苦手な仕草があるみたいです。それがウインク。自分でも苦手だと公言していて、あまり見かけることのないジミンのウインク。一生懸命ウインクしているなぁという印象の貴重なウインク写真や動画は不器用な仕上がりなのです。それがとっても可愛い。YouTube チャンネルバンタンテレビで2020年に公開されたメンバー一人一人がダイナマイトを歌っている動画、シングダイナマイト with me があります。このジミンバージョンの動画でも、ジミンが頑張ってウインクをしている場面があるんです。片目を閉じると同時に、
お口の端っこも上がって、さらに眉間にシワが寄ってしまっていますね。なんとも可愛い地味のウィンクです。テテ、料理。ラン BTS の料理対決などで、ご存知の通り、料理に向かうテテが、どんな様子なのかを知っているアーミーは多いのではないでしょうか。兄さんたちが包丁を握り、慣れない様子で料理に奮闘している中、あの天然キャラが炸裂してしまうことがよくあります。マイペースでつまみ食いしたり、テテオリジナルデコレーションが出来上がってしまうこともありましたよね。ラン BTS EP142 の料理対決では、苦手な分野にマイペースで行動するテテの姿を見ることができます。2組に分かれてハム料理を作るのですが、料理研究家のペク先生に味の評価をしてもらい、勝ったチームがペク先生オリジナルの包丁をゲットできるという料理対決でした。ジミンとのチームで、テテはまずご飯を炊くことになります。ここで、テテがペク先生に、お米を洗うのは冷水？温水？と質問をします。それを聞いたジミンに、ご飯を炊いたことがないの？と言われてしまいました。そして、兄さんたちがバタバタと忙しそうに料理に向かっている中、ゆっくりと時間をかけて、無事に炊飯器にセット完了。その後は、ジンとジミンが奮闘している後ろで、じっと見守る体制のテテなのでした。また、インザスープの第4話では、キッチンに立ち、ジンと J ホープのためにおこげを作るテテの姿がありました。その様子はとても不器用で、しかも、鉄板の上で、ご飯がバラバラになってしまいます。味は、兄さんたちからお褒めの言葉をいただいていましたけどね。このおこげは、テテのお母さんのレシピだそうで、テテは慣れない手つきながらも一生懸命作っている姿が、とても微笑ましい光景でした。ジョングク、タイピング。難しいことや、初めて挑戦することも臆することなく、完璧にこなしてしまう黄金マンネのジョングクにも、苦手なことがあるようですね。2021年3月のブライブで、2021年走れ万端研修会と題して3つのプログラムに挑戦した BTS。挑む前に、まずはウォーミングアップとしてタイピングのゲームで対決することになりました。パソコンの画面の上から落ちてくる単語を素早くタイピングして正確さと速さを点数で競います。ゲームが始まる前から僕はタイピング遅いです。と尻込み発言が飛び出すジョングク。順調にパソコンに向かっているように見えますが、RM やジンが素早くタイピングし、高得点を叩き出す中、ジョングクは一番最初に脱落してしまいます。RM が14,343点の高得点だったのに対し、ジョングクは4,555点。最下位のジョングクには、ハンディキャップとして超特大のキーボードが与えられます。身体全体を使って打ち込むので逆に時間がかかっているような気がしますが、それでも頑張って入力し正解を出すジョングクです。負けず嫌いの末っ子は苦手なことにも果敢に取り組みます。まとめ、ワールドワイドなスターとなった BTS もそれぞれに苦手なものがあって、とても人間味あふれるエピソードばかりですね。不器用に挑戦する様子が可愛くてキュンキュンしてしまいますよね。スターなのに人間らしい姿もさらけ出してくれる彼らに、とても親近感が湧いて、ますます応援したくなりますね。苦手なものにも果敢に挑戦していて、きっとアーミーのために頑張ってくれているのだと思うと、とっても嬉しく胸が熱くなってしまいます。苦手なことにも頑張って挑戦する BTS をこれからも応援したいですね。